はい、どうもキユです。今回も初心者向けに、短いワンコインルーティンをご紹介いたします。使っている技法は主に2つですね。フレンチドロップという技法とスリービングという技法になります。どちらも1日10分ぐらいの練習で1週間ぐらいやってくれればね、できるようになるかなとは思っておりますので、ぜひチャレンジしてみてください。あと、このワンコインルーティンの終わり方はですね、最後に両手からコインが消えてしまうっていう終わり方と、別のものに変化させて終わるという終わり方を、2通り解説しておりますので、ぜひ皆さんどちらか好きな方を演じてみてください。では楽しんで。はい、ではフレンチドロップの解説です。まず単純に動きだけをご覧ください。はい、フレンチドロップなんですが、単純にこのように親指と中指でつまんだコインを、お客さんにこの面がよく見えるような角度に示して、これを落とした時に指でお客さんからこのコインが見えないような角度で持つってことですね。このような角度で持って、これを落っことすと爪の影でコインが見えないと。この角度だけ気をつけてください。あまりにもこうやってやると落っことした時にここがお客さんから見えることになりますので、なるべく立てて、でも立てすぎると今度お客さんからするとコインのこのエッジの部分ですね、そこしか見えなくなるのでコインが非常に見にくいです。だからギリギリお客さんにとって見やすい位置であって、これを落っことした時に前からは爪の影になって見えないような角度を鏡の前で練習してください。これができればですね、あとは反対の手がこのように入ります。親指がコインの下を通っていることに注目してください。よく初心者こうやって親指をコインの下に通すんですよって言うと、このコインを落っことした時にね、当たる位置に親指を突っ込む方いらっしゃるんですけど、コインが絶対当たらない位置に突っ込んでください。そして入れたらこの手がカバー、反対の手の指がこうコインをカバーして隠したら、落としてつまんだふりをして、お客さんにつまんだふりをした方の手をアピールしつつ、こっちの手は元の手は返すで握って消すという流れになりますね。裏から普通のスピードでやってみますとこういう感じになりますね。もう一回やってみましょうか。という形になります。ゆっくりやると、これがフレンチドロップですね。で、先ほどオープニングで見せた演技のようにフレンチドロップで落っことしたコイン、これフィンガーパームのポジションなんですけど、このフィンガーパームポジションのコインを反対の手のフィンガーパームポジションに移した方法について解説します。まずこのように持って、ここはフレンチドロップを普通にします。で、この状態で空中にパッとコインを投げたようなジェスチャーをして、まだここにありますよ的なジェスチャーをします。で、この手がスーッと下がってきて、右手ですね、僕の右手とこれがすれ違う時にですね、ここでコインを落っことして右手でコインを取り直したという動きの中でコインを移したんですね。一連の流れでやるとパッてパッとなるわけですね。ちなみになんですけど、さっきも説明しましたけど、あまりこっちのちゃんと指で爪の影になってコインが見えない風に、こちらの手も曲げていく必要があります。こうして、こうして、つまりセリフを入れてやってみますと、こちらのコインがこうやって揉んでいるとこう見えなくなる。ただここにあるんですね。取っておくとほら見えるようになったみたいなことですね。取ってなく、はいはいはい、このぐらいの位置でも隠れてれば見えないですね。このお客さんから見えてるのはこのぐらいの位置なんで、でもできればこの辺の位置に落っことすように練習してみてください。これですね。はい、どうもありがとうございます。ではスリービングを解説します。簡単に言うと、袖の中にコインまたはその他小物をですね投げ入れる動きになります。
スリービングってかなりいろんな種類があるんですけども、今日一番メジャーだと思われるスリービングをちょっと皆さんにお教えいたしますね。まずこのコインが慣性の法則に従って飛んでいく勢いを使って袖に入れるんです。言ってる意味わかんないですよね。今ちょっと見せますね。何にもキャッチしない状態。コインがこっちからこっちに移動するときに、左手がピッと止まるとコインが慣性の法則で飛んでいきます。こういうこと。もう一回見せますね。こういうこと。今全然飛んでないじゃないですか。力を入れれば入れるほど遠くにこう飛んでいきます。この力加減がちょうど自分の袖の、僕はこの辺に飛ぶようなイメージ。肘まで飛んだ方がいいにはいいんですけど、肘まで飛ばすようになるとやっぱり先ほどのようにすごく速い動きになるので、なるべく袖に飛ばした感が出ないように飛ばしたいので、僕はこのぐらいの距離で止まるぐらいの力加減を自分で何度も練習して演じております。実際このように最初の演技ではこのように最後スリービングして消したんです。ちょっとお見せしますね。こういう感じ。これで袖の中に飛んだんですけども、オートマチックスリービングって言って、親指と親指がこうパンと当たるような感じでコインが勢いよく袖の中に入っていくっていうやり方もあります。これの方が一番有名ですけども、僕の場合この場合コインが来る方とコインをカバーする方の手が同時に動く感じですね。これで入りました。もう一回やってみましょうか。これでまあ袖の中に入ってるんですけども、で僕のさっきオープニングで演じたぐらいの力だと、ポンとこう手が行く時に自分で手をこう引いてるんですよね。バンとこう叩きつけるような感じじゃなくて、こういったらこういったのをこうなんて言うんでしょうね、逆の慣性の法則というか、こっちに行った勢いをちょっとこっちに戻して飛ばすっていう感じですね。こういう感じ。これで袖の中にスッとこう入れます。こういうことをなんとなく分かっていただけますかね。どうしてもこれ説明下から撮っても見えない、こっちが見えないし、上から撮るとこっちの手で見えないんですよね。なんとなく想像で考えていただけるとありがたいのですが、もう一回やってみます。で消えたと。ちなみにこのスリービングなんですけど、袖の中に入った状態で袖を、上向きにしてですね、引っ張っても袖の中でコインがついてって肘のあたりで止まるようになってるんで、腕をめくっても大丈夫です。オープニングで僕腕を最後めくってると思うんですけど、あんな風にしていただいてもコインは落ちることはないのでやってみてください。コインチェンジなんですけども、最後こうしてコインが出てくるこの時にですね、コインを最後チェンジしたい場合はですね、最初から1枚のコインとかを袖の中に入れとくんですね。僕の場合はよくジッポに変えるのでジッポで説明しますけども、ジッポをこう入れて、この状態で先ほどの演技を行います。でここで袖からジッポを落っことすんですね。実際はテーブルがあるとできないので、テーブルの下の方に手を持ってって落っことします。これロードって言いますね。スリービングからロード、この位置に持ってきます。ちょっと分かりにくい説明になっちゃいましたけども許してください。でこの状態でさっきの僕のやってたこっちの方のスリービングですね、バンと叩く方じゃない方のあれで
ふわっという感じでこのフィンガーパームしているジッポをパンと置くんですが、この時にコインとジッポが当たらないように気をつけてください。ではちょっとやってみますね。ふっとやってふっとかぶせるっていうことですね。という形ですね。少し勢いをつけて手を戻した時にこっちの手が追いつくって形ですね。という感じですね。で、両手にコインがないのでもうあとは安心ですね。コインをチェンジする場合は、クラシックパームもしくはサムパームでいいと思うんですけども、フィンガーパームでもできないこともないですが、せっかくコインの場合は手を少し楽に、ジッポよりもだいぶ楽なポジションに置けるので、僕はクラシックパームでやりますみたいな感じですね。そうすると余分なコインが手に残らないので、クリーンに終われるという、現象になりますね。だから単純に消すか、もしくは全く別なものか別のコインかっていう現象に使えるんですけども、リアクションが一番お客さんから取れるのはやっぱりダントツでこれですね。これに変わる瞬間ってお客さんが現象を想像してないんですよね。コインが消えたりコインが変わるっていうのは、もしかしたら見たことある人だとその予想の範囲内だと思うんですけど、いきなり全く関係ないジッポとか出てくると結構驚かれますんで、おすすめはこういったものですね。もちろんジッポじゃなくても全然構わないんですけど、この程度の大きさのものに変えるっていうのが面白いと思います。ぜひチャレンジしてみてください。長々とありがとうございました。もうちょっとスリービングについてはどんどん研究していこうと思ってますし、いろいろ乗っけていこうと思ってますんで、お見逃しがないように、チャンネル登録だけお願いいたします。ではまた。